皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネル、ヌーの競馬場です。このチャンネルでは独自の予想メソッドを使って主に Win5 の予想および Win5 対象レースの馬券予想を公開しております。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ヌーの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭、さらに Win5 の推奨馬をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年9月16日のセントライト記念を含む Win5 が対象になっている5つのレースです。それでは予想に移りましょう。これが中山競馬場9レースダート 1800m Win5 対象1レース目です。期待値が高いと判断して絞り込んだ推奨候補を表示しています。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はテリフィックプランになります。この馬は出走馬の中で唯一1着ゾーンを超えています。2走前は1着ゾーンの手前に位置していますが、これは今回と同じ中山ダート 1800m 戦でのもので、今回と同舞台の期待値としても一番高い期待値を出しています。着差の2着から1秒差の圧勝です。まだキャリア参戦の状況でここまで高い期待値を出せるのはかなり能力が高いと思われます。しかも斤量は 58kg の馬がほとんどいる状況で、この馬は 55kg です。レース感覚も問題ありませんし、騎手もルメールという点で不安材料が現状見当たりません。なのでここはこのテリフィックプランが二重丸評価になります。次に丸評価はオセアバトルプランになります。この馬は前走で今回と同舞台を走って高めの期待値を出しています。その前走も2着から 0.5 秒差の圧勝だったので、その点も評価できます。そして今回騎乗する横山武史騎手との相性も良く、今まで4回乗って3回馬券になっています。しかもそのうち2回は1着です。去年もこの暑い時期に好走してますし、前走と同舞台で同じ騎手という点も好材料ですが、今回は約8ヶ月ぶりのレースになる点が気になりますので、その点で一つ評価を落として、ここは丸評価としました。次に黒三角評価は当選クライストになります。この馬は先ほどのオセアバトルプランとよく似た推移をしていますが、金2走は 2100m 戦だったり長めの距離を使ってきています。期待値も1着ゾーン付近まで上昇傾向にありますし、勝負可能と見ています。そしてこの馬は過去にこの舞台で2回走っており、両馬場に限ると2着1回と3着1回でいずれも好走できています。そして今回騎乗する丸山騎手とも相性が良く、当選クライストと丸山騎手のダート戦の成績は2223で勝率 22.2%、連帯率 44.4%、副勝率 66.6% もあります。なのでこの高めの期待値ですし、過去の実績と騎手との相性も含めて、ここはこの当選クライストが黒三角評価になります。抑え評価はスプレーフォールとささやきになります。スプレーフォールの期待値はかなり一定の推移をしています。今回のこの舞台は過去に 0.7 秒差で圧勝した実績もありますし、舞台適性はあると思います。まだ3歳ですし、今回は適性の高い舞台なので期待値の上昇も見込めると思います。ただこの暑い時期のレースは初めてになりますし、4走前は今回と同舞台でのものですが、そこまで高い期待値ではない点も気になります。なので以上の点からここはこのスプレーフォールは抑え評価としました。もう一頭のささやきは前走で急降下していますが、この時は出遅れ気味で行き足もつかなかった点で全く自分の競馬ができていませんでした。2走前と3走前は高めの期待値を出せており、この時はいずれも逃げる競馬をして
着順も1着と2着でしっかり結果も残せています。今回のメンバーを見てもささやきの行き足が一番速いと思いますし、おそらくこの馬が逃げると見ています。逃げたら高い期待値を出していますし、そうなればしっかり結果を残せると判断しました。なのでここはこのささやきを再評価としました。以上が中山9レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは中山競馬場9レースの予想をまとめます。お再評価、スプレーフォール現在4番人気、ささやき現在10番人気、黒三角評価当選クライスト現在6番人気、丸評価オセアバトルプラン現在3番人気、二重丸評価テリフィックプラン現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いて E ファイバー候補の馬名を見ていきます。 E ファイバー候補、ここはテリフィックプラン1頭で勝負します。以上が中山9レースの予想になります。次に予想するレースは中京競馬場10レース芝 1400m ビン5対象2レース目です。これが推奨候補として絞り込んだ6頭になります。それではこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価は名勝ピースになります。この馬は金2層の期待値がこのメンバーの中でトップの期待値です。天層に関しては今回と同舞台でトップの期待値を出しています。もともとダートを中心に使っていましたが、金4層は芝レースに転向して着実に上昇しています。天層は逃げて2着になっていますが、このレースは逃げ馬の勝率が最も高く、客室面からもこのレース傾向に合っています。天層から引き続き和田騎手が継続騎乗できますし、その点からもここはこの名勝ピースを二重丸評価としました。次に丸評価はリチャード・バローズになります。この馬は3走前の期待値が最も高く、このメンバーの中で一番高い期待値を出しています。ただその時は 1200m 戦でのものです。なので今回の 1400m は少し長い可能性があります。というのも前走で名勝ピースとレースをした時も最後まで差し切れなかったですし、残り 50m 付近から足が止まっている感じもありました。それでも前走の期待値は高い位置ですし、今回は2勝クラスの2戦目でクラス慣れも見込めますので、その点でこのリチャード・バローズを丸評価としました。次に黒三角評価はテラメリタになります。この馬は2走前と3走前で高い期待値を出しており、この時はいずれも芝 1400m 戦です。前走と4走前で落としている時が芝 1600m 戦でのものなので、今回の 1400m はこの馬にとって適正距離だと思います。この馬は最後の差し足が武器で、2走前でもあと一歩のところまで猛追していました。この高い期待値なら追い出しのタイミング次第で十分チャンスがあると判断して、このテラメリタを黒三角評価としました。抑え評価は孫子とシンプリーオーサムになります。孫子は金4層すべて1着ゾーンを超えてますので能力は足りています。ただ他の馬の方がさらに高い期待値を出しています。3走前はかなり高い期待値を出せていますが、天走が京都の舞台で重馬場だったとはいえ 1.6 秒差の11着に敗れている点が気になります。それでも2走前は今回と同舞台で、しかも重賞のファルコンステークスで3着だった点は評価できます。それでも期待値が1枚を取っている点と前走の大敗を加味して、ここは抑え評価としました。もう1頭のシンプリーオーサムは名勝ピースと似た推移をしていますが、名勝ピースと比較すると1枚を取っている印象です。前走でも最後は特に目立つ足も使っていませんでした。この馬は今まで道割での構想が多く、今回の両馬場想定の場合はそこまで能力を発揮できない可能性があります。それでも全体的に高い期待値を推移していますので、その点を考慮してここは抑え評価としました。以上が中京10レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは中京競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価、孫子現在1番人気、シンプリーオーサム現在4番人気、黒三角評価テラメリタ現在6番人気、丸評価リチャード・バローズ現在2番人気、二重丸評価名勝ピース
現在3番人気。ここまでが予想の印になります。続いて B5 バー候補の馬名を見ていきます。 B5 バー候補、ここは名将ピース、テラメリタの2頭で勝負します。以上が中京10レースの予想になります。次に予想するレースは中山競馬場10レース。芝 2000m、B5 対象3レース目です。これが推奨候補として絞り込んだ6頭になります。それではこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はコスモブットレアになります。この馬は前走の期待値がトップです。しかもその前走は今回と同じ芝 2000m 戦でのものなので、この距離の適性は高いと思います。金2走で結果を出している横山武史騎手が継続騎乗という点も好材料です。血統的にもゴールドシス3区ですし、この中山の舞台も合っていると思いますし、現に京成杯の同舞台でダービー馬のダノンデサイルと 0.1 秒差の3着に来た馬です。金4走は1着ゾーンには届いていませんが、まだ3歳ですし、この条件戦はさすがに落とせないと思いますので、1着ゾーンに届いてくると見ています。なのでここはこのコスモブットレアを二重丸評価としました。次に丸評価はフィンキープロミスになります。この馬は唯一4走中2回で1着ゾーンを超えています。4走前に関しては出走馬の中でも一番高い期待値です。ただ高い期待値を出している時は道割れの時が多いので、馬場が傷んでいる条件の方がいいと思います。今の中山は開催も進んでますので、この条件ならこの馬の能力を発揮できると判断しました。今回は500キロ近い馬が多く出走しますが、やはり2000メートルの距離になってくると、ある程度スマートな馬体重の馬の方が好走傾向にあります。このピンキープロミスは前走で476キロまで絞れてますし、その前走で2着と好走して期待値も上昇できています。なのでその点からここはこのピンキープロミスを丸評価としました。次に黒三角評価はメルトイヤーハートになります。この馬は前走でかなり落としています。この時は初めて逃げて、最後は完全にガス欠しています。それまでは先行して結果を残していましたので、おそらく今回は逃げることはないと思われます。2走前は1着ゾーンに届いていますので、能力はすでに足りていると思いますし、今回は斤量面でも唯一53キロで出走できますので、その点も恵まれています。京都での好走が目立ちますので、今回のトリッキーな中山も適性は見せてくれると思います。それでも前走の期待値はかなり落としていますので、その点で評価を落として、ここは黒三角評価としました。抑え評価はワイルマティとマーシャルポイントになります。ワイルマティは3走前に1着ゾーンに届いており、その時は今回と同じ中山芝 2000m でのものです。ただその時は重馬場でしたので、道割る適性が高い可能性があります。期待値の推移が少しずつですが、下降傾向という点も気になります。馬体重を見ても、前走がプラス12キロの514キロまで大きくなってますので、今回の 2000m への対応が苦しくなってきている可能性もあります。それでもやはり3走前は同舞台で1着ゾーンを超えている点を勝って、このバイルマティを再評価としました。もう1頭のマーシャルポイントは先ほどのバイルマティと推移が似ています。そしてバイルマティと比較すると1枚を取っている印象です。前走は 2400m で距離が長かった可能性はありますが、2走前と3走前は 2000m 戦でしたが、そこまで高い期待値でもありません。ただ管理が木村厩舎でノーザンファーム、そして今回はルメール騎士になります。まさにイクイノックスのコンビです。ただまだキャリア5戦目ですし、前走から約5ヶ月ぶりのレースになりますので、しっかり仕上げている可能性はあります。なのでその点を考慮して、ここは抑え評価としました。以上が中山10レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは中山競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価、バイルマティ現在4番人気、マーシャルポイント現在2番人気、黒三角評価、メルトユアハート現在3番人気、丸評価、ピンキープロミス現在5番人気、二重丸評価、コスモブットレア現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いて E5 バー候補の馬名を見ていきます。E5 バー候補、
ここの1着は難しいので、コスモグッドレア、ピンキープロミス、メルトユアハート、マーシャルポイントの4頭で広めに勝負します。以上が中山10レースの予想になります。次に予想するレースは中京競馬場11レース、ダート 1800m、B5 対象4レース目です。これが推奨候補として絞り込んだ6頭になります。それではこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はカズペトシーンになります。この馬は前走で1着ゾーンを超えていますが、この時は今回と同舞台でのものです。しかも2着とは1秒差の圧勝です。最後はほとんど追わずに伸びきっている点からもかなり強い内容だったと思います。前走は今までで一番長い 1800m でしたが、期待値を見てもこの距離とこの舞台の適性は高いと思われます。なのでここはこのカズペトシーンを二重丸評価としました。次に丸評価は名将三河になります。この馬は1着ゾーンには届いていませんが、手の届く位置まで来ています。そしてここで今回騎乗するのは厚騎乗になる川田騎手です。この馬の期待値は上げてきていますが、着順が良くないのでここで打破できる可能性は十分考えられます。この馬は今まで3勝を挙げたうちの2勝がこの中京ダート 1800m 戦です。今回は得意舞台だと思いますし、騎手もプラスだと思います。期待値も上昇中ですし、ここはこの名将三河を丸評価としました。次に黒三角評価はサイモンザナドーになります。この馬は前走の期待値がトップに来ています。ただそれ以外の期待値は全く評価できません。ただ3勝クラスに上がっても最後の上がりは金4走中3回で3位以内が出せていますので、能力は持っていると思います。現在4歳でまだまだこれから成長していくと思いますので、前走の高い期待値がフロックじゃないと思います。中京の舞台は過去に一度走って2着になっていますのでこなせると思いますが、ずっと右回りを使ってきていましたのでその点は気になります。それでも前走の高い期待値を評価して、ここはこのサイモンザナドーを黒三角評価としました。抑え評価はヘニータイフーンとコルドンルージュになります。ヘニータイフーンは2走前で1着ゾーンに届いていますが、これは重馬場でのものです。前走は同じ左回りの新潟の同距離でだいぶ期待値を落としていますので、今回の中京の舞台は少し向いていない可能性があります。デビューから2戦目と3戦目にはなりますが、中京の舞台で人気になりながらも大敗しています。それでも2走前で1着ゾーンに届いている点は一定の評価をして、ここは抑え評価としました。もう1頭のコルドンルージュは生粋の逃げ馬です。おそらく今回はこの馬が逃げると見ています。今回強力な差し馬が多数いますので、他の馬がそこに標準を合わせてくると、この馬の逃げ残りの可能性が出てきます。スローペースに持ち込めればチャンスはあると思いますが、他にも前に行きたい感じの馬も多くおり、スローペースまで落とせない可能性もありますので、そうなると怪しくなってきます。期待値もそこまで高くありませんので、展開次第になると思いますが、金2走は逃げ残って3着に来ていますので、ここは抑え評価としました。以上が中京11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは中京競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価ヘニータイフーン、現在2番人気コルドンルージュ、現在3番人気黒三角評価サイモンザナドー、現在5番人気丸評価名将三河、現在7番人気二重丸評価カズペトシーン、現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いて E5 バー候補の馬名を見ていきます。 E5 バー候補、ここはカズペトシーン1頭で勝負します。以上が中京11レースの予想になります。最後に予想するレースは中山競馬場11レース芝 2200m ビーン5対象5レース目セントライト記念 G2 です。このレースは先行馬や差し馬に有利なレース傾向があります。あと前走がダービーとラジオ日経賞組の構想が目立ちます。そしてこれが出走馬の期待値グラフになります。前走のトップはスティンナーグラスですね。他にも1着ゾーンを超えてる子もいます。もうちょっと下を見てみます。1着ゾーンの下くらいで密集していて
能力の差はあまりないかもしれませんね。一番下まで見てみます。こんなところに1頭いました。これはスクハッピーモアです。この子は消しでいきます。それではここからもっと絞っていって推奨候補の子だけにしたいと思います。はい。これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからセントライト記念の予想を発表したいと思います。このレースの20丸評価はヤマニンアドホックになります。この馬はまだ1着ゾーンには届いていませんが、高い位置で安定した期待値をしています。そしてこのレースは前走でラジオ日経賞組の構想が目立っており、過去5年で見るとこのラジオ日経賞組が3勝も挙げています。そして今回のルツ村騎手はデビューからずっと乗ってきている騎手です。客室的にも先行できる点はこのレースの構想客室に合っていますし、先行して上がりもしっかり使えている点も評価できます。前走はダービー組の馬は480キロから500キロを超える大型馬ですが、このヤマニンアドホックは前走で454キロとこの中距離向きの馬体重をしています。以上の点からここはこのヤマニンアドホックが20丸評価になります。次に丸評価はコスモキュランダになります。この馬は2走前の期待値がダントツで、これは皐月賞で2着でのものです。あとこのレースは前走はダービー組の成績が良く、過去5年で見ると馬券になった15頭のうちおよそ半数の7頭が前走がダービーです。ただ成績としては1着が1回、2着が4回、3着が2回で、勝ったのは5年前の1回だけです。そしてこのコスモキュランダは前走のダービーでも最先着の6着です。2走前の中山の舞台の期待値はダントツですし、その点からここはこのコスモキュランダを丸評価としました。次に黒三角評価はスティンガーグラスになります。この馬は前走は1勝クラスでしたが、期待値は前走だけで見ればトップの位置に来ています。しかも1着ゾーンも超えてきている点は評価できますし、0.8 秒差の圧勝です。ただ今回は主戦のルメール騎手から武豊騎手に乗り換わる点が気になります。あとこの馬は前走の期待値以外はそれほど高い期待値ではない点も気になります。3走前が一番低い期待値ですが、これは今回と同じ中山の舞台でのものです。今回と距離は違いますが、坂のあるこの舞台は適正から少し外れる可能性があります。それでも前走でトップの期待値は評価できますので、ここはこのスティンガーグラスを黒三角評価としました。抑え評価はアーバンシックとタンゴバイラリンになります。アーバンシックはコスモキュランダと似た推移をしています。金2走はコスモキュランダと同じレースで走っており、この2走ともコスモキュランダに負けています。それでも2走前の皐月賞は1着ゾーンを超えていますので、そこは評価できます。ただこの馬は後方一気の競馬をするタイプで、今回の条件はあまり追い込み客室が向いていませんので、その点は不安です。それでも今回はルメール騎手に乗り換わりになるので、そこはプラスですし不気味です。前走がダービー組という点はいいと思いますが、それでもコスモキュランダとは2回も負けていますし、その点からここは抑え評価としました。もう1頭のタンゴバイラリンは1着ゾーンには届いていませんが、高い位置で安定できています。3走前と4走前はダート戦でのものですが、それでもかなり高い期待値を出していますし、金2走は札幌の洋芝でも高い期待値です。なので力のいる馬場はかなり得意だと思われます。今回の中山は開催も進んでますし、最後に坂もあります。今の条件はこの馬にとって能力を発揮しやすい条件だと思いますし、期待値も1着ゾーンの手前まで迫ってきています。なのでここはこのタンゴバイラリンを再評価としました。以上が中山11レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは中山競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価アーバンシック現在2番人気、タンゴバイラリン現在8番人気、黒三角評価スティンガーグラス現在3番人気、丸評価コスモキュランダ現在1番人気、二重丸評価ヤマニアードホック現在6番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミーファイバー候補の馬名を見ていきます。ミーファイバー候補、ここはヤマニアードホック、コスモキュランダ、スティンガーグラスの3頭で勝負します。以上が
セントライト記念の予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。